はい、皆さんこんにちは。鳥犬チャンネルです。はい、このとこエルガイムの動画の方をね続けてきたんですけど、100分の1に入ろうかなと思ってたところで、こちらバトロイドバルキリーマックスファクトリーさんで、1D の方ですね、こちら入ってきたんで、これを作っていきたいかと思います。パッケージはねかなりでかいです。ランナーの方を見ていくとね、こんな感じでございます。はい、成型色薄茶色にオレンジにグレー、そしてちょっと濃いめのグレーですかね。それからこれ、はい、フィギュアがついております。民名とよっちゃんです。そしてクリアパーツもついております。デカールもこれだけついておりました。それでは組み立ての方入っていきたいと思うんですけど、頭部の方です。頭部はこのようにまずポリキャップを首の中入れますね。でこのポリキャップね、実はコックピットせり出した時にね外して取り付けなあかんのですよね。これね実はすごく後でね外す時が結構チグがないと大変だったりします。と言ってる間に顔ができました。クリアパーツは後ではめます。はい、そして胴体部分はね 1J 作った時にもうやったんでパターンは一緒ですね。ただ胸の形が違ってましてね、胸の中央の段差がこっちはないんですね。で 1J 作った時で 1S がこれから2月かな発売されるんですけど、そちらの方は胸の中央のところがこうボコッとへこんでますんで、そこのパーツがね違ってましたね。はい、そして背中部分の受け側のパーツですね。こちらにも肩のね関節パーツを入れます。この関節パーツがね肩せり出すっていうね、このキットのオリジナルのとこですね。そして胸のインテーク、胸というか隙間ですね。はい、そして胸パーツをはめ込んであげます。この辺は 1J 作った時と一緒やないう感じで、ここの胸パーツ、これが違うんですよね。縦にライン入った胸のカバー、これ結構外れやすい。はい、それから首のパーツになります。首パーツはね、後でグレーに塗るかね、機体と同じ薄茶色にするかちょっと悩ましいですかね。はい、それでは次は上半身を組み立てていきたいかと思います。胸のあたりですね。そして今これ入れようとするんですけどね、入らないです。これ間違えてね、ほら、間違えてるでしょ。これね、1J の時のパーツ同じのが1個入ってるんで、それと間違えておりました。それでは元いで、はい、これがね、違うんですよね。皆さんは間違わないように。そしてね、ここのね首の前のパーツですね、これ今つけたんですけど、これあんまりギュッと締めちゃうと後で抜けにくくなるんですよね。頭部がこう前にガコッと落ちて、中からコックピットがスライドしてるパーツがあるかと思うんですけど、一軸が座ってるあれつけるのね、ここ付け替え式なんですね。で今入れたピンのとこがね実はね結構こう折れやすいような感じになってるんで、折れないように気をつけて入れよう思うと、そこはね結構注意が必要な箇所になっております。はい、と言いながら羽もできてきてて、もうこの辺は 1J 作った時とね全く同じです。そしてね背中のこのバックパックっていうんですかね、尾翼を収納してるところですけど、こちらもまあこんなもんですよね。はい、そして尾翼もこのように取り付けます。もうはめ込み式でねすごくやりやすかったです。はい、そしてあとは機種で股関節の部分になります。こちらです。これも 1J と同じ形なんですけど、結構ここのね、後ろのカバーがせり上がって可動関節が入ってますみたいな表現がねすごくマックスファクトリーさんのいいところじゃないでしょうか。そして背中のここの丸ポッチはねちょっと外れやすいですね。接着剤入れた方がいいかなと思います、後でね。はい、それではね肩の取り付け部分のパーツですね。肩と腕の中の内部パーツを作りました。そして肘パーツを組み立てて、それから腕のパーツですね、こちらにもポリキャップを入れていきます。はい、このように貼り合わせちゃいます。真ん中にね、継ぎ目が来るんじゃなくて、こう端っこのとこ作ってるのがねマックスさんとこの特徴かなと思います。
はい、そして肩の内側パーツにポリキャップを2箇所ずつ、反対側にもね同じく入れるんですけれどね、作っております。でこちら肩との取り付けの関節パーツを入れてあげました。そして下のところには腕パーツを入れてあげて、はい、そして挟み込んであげます。昔のモナカキットじゃまずなかったところですね。そしてここは、はい、挟み込みになってます。このようにします。で腕のここのパーツですけどね、ポリキャップをこっち側、腕との取り付け面にはめてからはめると割とはめやすいかと思います。はい、腕パーツができました。はい、次は脚部のパーツですね。こちら 1J ともう全く同じ構造になっております。モールドとかもね、確かもうほぼ一緒だったかなと思います。はい、それでは足パーツですけど、膝の関節の方から作っております。膝関節にはポリキャップを2つ入れてあげます。そしてカバーを取り付けてあげますね。そして膝の前カバーになるとこですね。こちら色がねグレーじゃなくって、薄茶色。そして足のパーツですね。次は太ももパーツを今やってます。太ももパーツはですね、膝パーツと挟み合わせするようになっております。ここはどうしてもね差し込みじゃなくてね、こういった挟み込みいう感じになっておりますね。そしてここの足のところはインテークになるところですね。ファイターが動くの時にインテークになっているところですね。カバーをします。そして太もももカバーをはめてあげます。前後でパチッと入る感じですね。そして膝下のところのパーツ、こちらも割と単純なんですけどね、こういうフレームで入ってくれてるとねありがたいかなと思います。今ちょっとカバー外れましたけどね、塗装したら多分ね、塗装膜で、うまいこと入ってくれるぐらいのレベルじゃないかなと思います、このポロリは。はい、そして前後左右でカバーを取り付けていってあげてます。位置がね違いますね。膝下のねこの両サイドのここがねもう本当にねうまいことなんか骨組みみたいな感じの形でねいいですね。はい、そしてカバーつけてあげます。ここのカバー違うのはね、こういう風に1D みたいな色分けがある機体があるからこういう分け方してるんでしょうね、きっとね。あんまり塗装しない人にはねこれありがたい分割じゃないかなと思います。塗装派とすればねマスキングはちょっとめんどいかもしれないですけどね、一体成形で値段を落としてくれた方がちょっとありがたいかなとは思います。あとここのね丸いパーツもですね、機体によってはここ色違うんで、映画版の、1A とか 1S そこ違いましたよね。そして手首に行きます。もう 1J 発売の時と同じ手なんですけどね、これはねこの手の形はもうテレビアニメのイメージの手そのものじゃないかなと私は思います。この手の造形はねかなりいいかなと思いますね、この丸い手ね。そして手が終わったらねガンポットに行きます。今触ってる手ね、もうこの開きですね。はい、ガンポットの方映るんですけど、ガンポット今回はね伸縮再現ができるんで、間にね1個違うパーツがね入ってきてます。今ここは同じパーツなんですけど、はい、そしてここですね、ここは前の 1J と一緒なんですよね、確かね。はい、でこの伸びた状態っていうのでガンポットが1個できるんですけどね、ここを短くする別パーツがついてます。そして本体組み立てに入ってきてますね。もうあとははめるだけでね割と簡単なキットじゃないかなと思います。そうそう、ここも割と外れやすいんですけどね、塗装してやると割と抜けにくくなるかなと思います。無塗装派の人はねそこはピットのりつけるかなんかちょっと工夫されたらいいんじゃないかなとは思います。はい、手首も何パターンか入ってるんでね、好きな手首を取り付けていけばいいかと思います。はい、そして今回の1D 買った人はねこれがついてるからって買った人も多いんじゃないんですかね。座席ね、コックピットがこう首が折れて出てきてるっていうね、そこがねロマン感じます。
今までキットでこれつけてたとこってね、なかったような気がするんですけどね。で、アリーさんの 1A のタイプのキットかな、それ改造して取り付けてる作例っていうのをやってる方は見たことあるんですけど、これね、なんで今までつけてくれなかったのかなっていうところはありますよね、他のメーカーさんもね。これはね、結構ボーナスパーツとしてはね、なかなか美味しいパーツだと思います。搭乗席のね、一軸もついてきてくれてるんで。はい、そしてこれガンポット用のパーツです。伸縮した時の短く見せるためのパーツです。はい、今一条くんも切ってます。一条くんは放映当時市場からのオレンジの服ですね。ここはね、接着剤使わないとちょっと止まらなかったですね。はい、椅子コックピットの方ですけどね、こちらもヤスリで削りながら取り付けていくんですけど、こちらもね、接着剤ないとね、ちょっと止まらない感じですね。まあ、接着剤利用をおすすめします。まあ、こう、接着とかあんまり使わない人はね、ちょっとここが大変かもしれないですね。このシートのシリーズね、1S と 1A 以降どうなるんですかね、つくんでしょうかね、つかないんでしょうかね。まあ、ただつくとしたらまた胸のね、内部構造パーツ変えなきゃいかんのっすよね。こうバトロイドになった時の上面のパーツ、あそこのね取り付けになるんで、ただあそこの取り付けね、実はこれ触ってて後で分かったんですけれど、2ミリぐらいのピンで差し込み取り付けで付け替え式になってるんですけど、おそらくね、無理に外したり付けたりしようとしてると多分折れやすそうなパーツになってるんで、そこが難点といえば難点かもしれないですね。まあもしやるとするならマグネット式にして取り替えできるようにするとか、そのあたりのね、工夫がもしかすると必要かもしれないです。はい、椅子の方ですね、組んでみてて、接着剤入れな、これちょっと難しいわ思ったんで接着剤取り付けにしております。そしてサイド面のね、湯口、まあ継ぎ目ですね、そこがちょっと気になるんでヤスリを当てます。はい、まあペーパーでも金ヤスリでもまあ好きな方でやったらいいかなと思います。ただ金ヤスリだとね、どうしても削った面が粗くなったりするんで、後でペーパー当てたりねするといいかと思います。はい、で首のここのパーツね、首が折れて刺すパーツなんですけど、一回はめたポリキャップをね外してここにつけないかんっていう、そういう構造になってたんで、ちょっとそこもねやりづらいところにはなってますね。はい、椅子がまたねちょっと接着がうまいこと言ってなかったんで外れやすいかなと。背中のとこはでも接着剤入れなくてなんとかついたのかな。はい、こんな感じでね、ボーナスパーツを作っております。はい、そして民名ちゃんの方を切っていきます。もうちっちゃいですね、ちっちゃいです。ちっちゃいけど出来はめちゃくちゃいいです。薄刃ニッパーでねプチプチ切ってるんですけど、薄刃ニッパーもちょっとそろそろ手入れしないと切れが悪くなってきてるんでね、どっかで研いであげなきゃいけないですね。はい、民名さんの方も接着剤つけてね取り付けてあげました。で次はよっちゃんですね。よっちゃん、はい、民名の、親戚のよっちゃんですね。はい、ヒカルくんを乗せました。そしてね、あともう一個あったそのガンポット関係ですね。設計図でここにこういう1ミリの穴開けてください、でこれを取り付けてくださいってなってるんですよ。ここがね買ってみるまでわからんかったんですけどね、意外でした。で1ミリで開けるんで、最初 0.8 ぐらいで開けて1ミリでいってます。はい、そしてここに差し込みはできないんですね。上からホールドをはめ込みせなダメなんやなっていうのをここ今触ってて確認しました。そしてピンが出てますよね。ここのピンも削ってあげなきゃいけない。はい、そういうことが分かりました。ここは選択式になりますね。もしくは好きな人はねここをどうにかうまく作り直すんでしょうね、きっとね。はい、これでねつくかなっていう感じ。はい、ついてないですね。つきましたかね、そろそろ。はい、取り外し式にしたらね、でもなんかこのピンも小さそうで折れそうやし怖いな思いながらやってます。ちょっと調整にね
時間はかかっておりますけど、こんな感じで行ったかな、行きましたね。このようになってますね。ここがね、思ってもなかったポイントでした。後でね、マグネットで脱着できるようにしようかな思います。はい、ガンポット側の改造とその握り手の改造の方で今何してるかいうと、よくお店のタグ、量販店なんかについてる万引き防止のタグあるじゃないですか。あれ分解したらね、実はこういう鉄の薄い板が出てくるんですね。でそれ利用して 2mm の角プラ棒に巻いて、手首のね、拳の中に仕込んであげようと思います。で今画角からちょっと、今ちょろっと見てますね、右下ガンポットなんですけど、マグネットを入れちゃって白いとこをプラパン積素でね囲って止めてあげました。それをね、こういった金属の板で手の拳の中をこううまいこと密着させて落ちないようにしてあげようという、そういう工作してあげてます。はい、このようにね、工具で角材に巻きつけてあげました。でここにね入れたろうっていう作戦で、ここに入れて、そしてガンポットのね内側の磁石とペタってくっつけるようにしたろうと思います。そしてね、先ほどお見せしてた腕の方、1ミリ穴開けた方のねガンポットをこうマウントさせる腕の方は、あっちはあっちでねマグネットを入れてあげました。そしたらね、落ちにくいんじゃないかということで、そういう工作してます。はい、でこっちも磁石でも良かったかもしれないんですけど、金属の板にしてみました。はい、次は頭部の砲塔なんですけどね、穴が開いてないんで穴開けてあげます。このようにね、ニードルで当たりをつけてあげて、 0.5 のピンバイスで開口をしてあげます。ここはね細かい作業なんでね、キットの方も折らないように、ピンバイスの方も折らないように気をつけながら穴開けていってあげてます。ちょっとずれてたかな思って、もう一回ね当たりをつけ直してあげてます。でこれでまた 0.5mm のピンバイスでぐりぐりと穴を開けていってあげます。はい、こんな感じでね開けていってあげて、で徐々にピンバイスの、ね、大きさを上げていってあげればいいかなということで、0.8mm ぐらいのね、で今度はピンバイスで穴を広げてあげました。はい、もう片方も同じようにやってあげます。ここがね失敗するとねちょっとこうダメージ大きいんですけどね、なんとかうまいこといったかないう感じです。はい、塗装ですけど、ガイアの濃い黒っぽいグレーのサフを吹いた後で、それからね今ここはね鑑定色ですね、鑑定色を吹きつけて立ち上げ塗装をしてあげてるところです。はい、次はニュートラルグレー吹きつけてるところですかね。はい、ニュートラルグレーですね。こういったグレーのところはニュートラルグレーを選びました。はい、膝アーマーの境もねグレーで塗ってあげます。はい、胸の内側もグレー。はい、操縦席もグレーで塗っていきます。そしてその後で筆塗りでね、背もたれ付近とかグリーン系で塗ってます。次は薄い茶色の方になります。薄い茶色はね、まずこの鑑定色の上にこれはね炭を吹きつけていきました。設計図の方ではね、基本色ベージュはライトグレープラスイエローブラウン少々っていう書き方になっておりました。もしかしたらガイアさんあたりから専門色は後々出るかもしれないんですけどね、何色がいいのかなと思って見たときに44番ですね、ミスターカラーではこれを使ってます。炭です。
でそれだけだとねちょっと黄色みが足らないかな思ってたんでね、後で318番のレドームを使っております。はい、そしてねこの44番の担当318のレドームなんですけれど、私90年代から使い切ってないの持ってたんでね、結構古いラベルで蓋のとこもね今と違うつまみが上にあるやつ、あれ使ってました。結構古いんで、もしかするとリニューアルされた色味はもうちょっと違うかもしれないですね。塗るポイントはパネルの中央から塗ってってグラデーションで角のところ残すという感じですかね。はい、ここからはね、1回ターン塗り終わったんでレドームの方を上に吹いていってます。レドームの方がね若干黄色が強いですかね、タンよりも。そんな感じでね塗っております。はい、次はねオレンジ色のとこなんですけどね、まずねダークイエローを吹いていきました。私の塗り方のいつものパターンですね。でパネルの中心ぐらいのとこからね塗ってって、また筋彫りのところにはグラデーションを残しながら吹いていきます。でこの後でねオレンジを吹くいうそういう手法をとってます。オレンジ色に入りました。はい、ではね翼担当のところのね、ライトのところの色ですね。まず下地にシルバー系を塗っていってあげて、あとはクリア塗っていくっていう、毎度のパターン。ガイアの落下系のねシルバー塗っておりますんでね、気をつけながら塗っております。一応設計図の方はねデカール貼ってくださいだったんですけど、はい、次はね足首あたりの黒いところで丸ポッチがあるのと、腕の中ですね黒いところに丸ポッチがあるあたりをね塗装していきたいかと思います。はい、この黒は下出るカラーの黒で水で薄めて溶いてから塗っていってますね。はみ出ることはあってもね下出るカラーなんで、タミヤのアクリルカラーで拭き取れば下地は落下系なんでね大丈夫です。はい、次は下出るのねベース系の赤を塗っていきます。赤い丸のとこですね、そこを塗るんですけどね。はい、腕の中もね赤色で塗っていってあげました。そしてガンポットのここのね先っちょのとこも赤く、それからその上に下出るのレイヤーの赤でね上塗りしていきます。するとね発色がすごく良くなるんですよね。これねいかがでしょう。ちょっとシュがかかってきた感じでね鮮やかな赤に変わっていきます。次はデカールの貼り付け作業に入っていきます。これね左下見てください。これダメージのねデカールも入ってるんですよね。袋から取り出しましたんで、必要部分をねハサミで切って、使うとこだけねまたトリミングして切って使っていきたいかと思います。はい、そして貼る作業ですけどね、切ったデカールはこのようにスポンジの上に乗っけて、今見えたのはマークセッターですね。マークセッターよく振って貼り付けるところにマークセッターを塗布してから貼り付けていきます。はい、で今ピンセットでね置いていきましたけど、できれば濡れた綿棒を使ってねやった方が破れることなく無難にいけるかと思います。ピンセットでやるとね先っちょたまに引っ掛けてね穴開けちゃうこともあるんで。はい、そして今から貼ろうとしているのが選択式のデカールで、私はこっち側の選びました。これがねこのインテークのこのなんていうの三角形の口開いた形のタイプか文字だけのどっちかをこのサイドに貼るようになってます。こっちの方がねなんかかっこいい気がしたんでこれつけてみました。はい、背面のねここもデカール指定でこちらにつけるようになってました。いいですね。この背面のね造形もかなりいいっすよね、マックスファクトリーの VF は。そしてガンポットのとこにもここデカール貼りなさいっていうのがあったんで貼ってます。あとでね今デカールのとこあるんですけどね、白文字の統合群のねアルファベットのマークも貼っていきます。ここはいつも向きをどっちにするかがね悩ましいとこ。はい、そして膝も貼っていきました。膝のこういうね細かい
マークも結構いいですよね。でこの裏側にもあるんで、デカール貼りするときにね、いつも気づけなあかんのが、貼ったばっかりのとこね、なるべく手当てないようにね、気づけながら、はい、作業していくっていうところがポイントになります。はい、このようにね、ちょっと濡れた綿棒で位置も調整してあげます。長谷川さんのね、デカールよりは数は少ないんですけどね、ポイントは抑えてるかなと思います。バンダイさんとかやったらね、なんか別売りでデカール売ってたりとか、あとはシールつけたりとかはしてくれてるんですけどね、マックスさんもね、ここを別売りにするんじゃなくて同封してくれてるっていうのは嬉しいかなとは思います。あとは版乾きの時にですね、マークソフトを塗って密着させてあげます。デカールと本体を密着させてあげます。でよく乾いてから最後にトップコートを拭いてあげれば、デカールが剥がれることなくコーティングされますんでね、後でのソフター処理とそれからトップコート拭きはお忘れなくといったところでございます。はい、それではフィギュアの方なんですけどね、ピンクソフ拭いてるところですよね。でその後で、ホワイトを吹きつけてあげました。今これターボなんですけどね、同じようにしてます。はい、まずは肌色で下出るカラーのコントラスト使ってあげてます。このコントラストのね、肌用のやつ使うとね、白地の上にねちょっと筆なぞるだけですごいリアルな肌の感じに仕上がってくれます。今一条ひかるさんの方塗ってます。はい、次はターボの方、顔と手ですね、そこをね塗っていきます。はい、次は民明さんですね。民明さんは顔と手とそれから足ですね、そこを塗っていってあげます。はい、次はターボなんですけどね、シタデルのベースのブルー系のやつ使います。はい、それではよっちゃんの服を塗っていきます。青系でね、ジーンズみたいなやつですね。それをまずベースで塗って、ベースを塗った後で、あとそれでね、レイヤーのもうちょっと薄手の青を塗っていくわけですけどね、そして黒系塗ってますね。それから黄色系のベースを塗ってます。はい、そしてレイヤーの黄色ですね、これを乗っけてやることにしました。これやるとね、結構発色がさらに良くなる感じになります。そして次は民明さん塗ってますね。ベースの赤系の下出るカラーで筆塗りをしております。はい、次に髪の毛塗ってあげようと思って、ベースの青系持ってきました。ただ紫っぽく見えるんでね、ベースの赤も混ぜてちょっと紫寄ったの作ろうかな思ってます。ちょっと緑っぽい色も入れようかな思って、そうですね、黄色もちょっと混ぜてる感じですね。ベースの赤を混ぜてなんとなく紫になってきました。はい、これをね塗っていきますね。こんな色でしょうか。はい、これでベースの髪の毛を塗っていってます。後でねパープル系のレイヤーを乗っけてあげます。はい、次はねメインの赤の服、ちょっとねベースだけだと黒ずんだように見えるんで、発色のいい赤でレイヤーを乗っけていってあげます。次はね黄色いところですね。もう黄色いところもねよっちゃんと同じような感じの色を使ってます。ベースの黄色系を塗って、それからレイヤーの黄色を塗るっていう、そんな感じですね。はい、次は一条ひかるくんです。ベースのね黄色系、ちょっと重たい黄土色に近いような黄色のベースを塗っていってあげてます。はい、次はねヘルメットとかね、あと脇腹のとこの白っぽいとこですね、あと手袋、そういったとこをベースのホワイトで塗っていってあげてます。次はねヘルメットの上部側の青色のところですね、ベースの青色を塗っていってあげて、でベースが乾いてからレイヤー系の青色で、色彩をねもうちょっとこう明るい色に上げていくっていう塗り方をしました。
次はねパイロットスーツの色をねもうちょっとオレンジがかった下出る系のレイヤーで塗っていってあげてます。あとはねシェードで仕上げてあげました。陰影つけました。それではねあらかじめ塗装しておいたね、クリアパーツつけております。まずは目の方からいって膝下のところのですね赤と青色のところ、そして背中の黄色のところ、これをね入れていきました。はい、次はウェザリングやっていきます。はい、いつもの水性ウェザリングペイントのアンバーを使っていきます。いつものことですけどね、チューブからひねり出して、あとは水で薄めていって全体に塗り広げて、半乾きぐらいでね拭き取ってあげればもう一発でできちゃうっていう優れものです。はい、次はね黒色でちょっと引き締めてあげようと思います。はい、取った黒色に水を加えてあげて筆でかき混ぜてシャバシャバにしてあげます。これを先ほどねウォッシュアンバーで拭き取ったんですけど、さらに黒を塗ってまた拭き取っていきたいと思います。こういう風にねもう黒で結構汚しちゃいます。で乾いてからね、水を含ました、ティッシュペーパーとかでね拭き取ってあげたりするとすごくリアルな感じに仕上がってきます。はい、完成しました。プラマックスの VF1D バトロイドバルキリー 1J の時と違ってね、今ここを取り外してます。ガンポットをねこういう風に腕にホールドできるっていうことになってます。本当は選択式なんですけどね、マグネットをね取り付けてあげてね、で上からピンはめするっていう風にしました。そしてここですね、ここは 1J のなかったパーツがついててね、でここは 1J でついてた通常の伸ばした時のガンポットになるっていう、そういうものになってますね。でこれは 1J の時もありました。はい、ベルトですね。でこれプラ樹脂でできてます。ベルトは2種類あってどっちかね好きな方を使ってくださいになってます。はい、このようになってて、そこにマグネットが入ってます。で手のところですね、手の内側に金属プレートをつけたものをこの中に入れて磁石で一応抜け落ちないようにしております。はい、手首を抜いて交換しろうとしてますね。はい、これでね握り手に交換できました。銃を持ってます。銃の握り手の方ですね。そしてこちら銃を支える手に変えたいと思います。手もねこの開き手が左だけで2種類ついてますね。あとはい、これのね支える方の手したいと思います。もう一個の手はね歌舞伎役者みたいなねこう開いた手で、オープニングで 1J が開いてるような手ね、あれが入ってます。はい、なんとかねいけるでしょうか。で可動部ですね、可動部はね、はい、1J の時もそうでした。このように肩がぐいっと上がってくれます。はい、そしてねここ、はい、ここのね蓋がねちょっとポロッと外れちゃいましたね。ここはねここのダクトがこう開いたパーツとね選択式になってます。それは1J の時もありました。はい、これでね銃を支え持ってあげることができます。そして足の関節もここまで曲がってくれます。すごいですね。で足裏もこういうディテール入っててねすごいです。はい、このようになってましてねかっちょいいですね。すごい。
2月にも 1S の方が発売されてくるんですけれどね、1S 買うかどうかはちょっとねまだ決めきれてないです。でその後で 1A タイプでね MAX と書き先機がどうも出るっぽい情報は流れてきてますね。ホビーショーでね、つい先日のホビーショーでね上がってたみたいです。はい、今ちょっとねここは蓋の開いたタイプで書いてみました。はい、いかがなもんでしょう。構えがかっこいいですね。はい、次はねこのキットのおまけパーツのですね、操縦席が頭のとこからね、せり上がってるところを再現してあげたいかなと思ってます。また手の方はねとりあえず握り手に戻してあげようかなと思ってます。はい、握り拳に変えてあげます。このね握り拳の造形がねとってもいいですよね。握り拳だけでもね他のロボットに使えそうな感じするんで、手だけでもねマックさん発売してくれたらちょっと嬉しいんですけど、まあないでしょうね。はい、そしてねどうもこのように曲がります。そしてねこれからそうですね、ここの隙間のところの隠し板のところ、ここはね、開いたやつに変えちゃいますかね。開いたパーツね、これに変えちゃいたいと思います。はい、そしてねまず左側にねはめてあげますね。ちょっと入りにくさそうですね。入るかな。入りましたね。はい、入って横側のスリットが見えるのがねこれまたねちょっとそそるところがありますよね。はい、じゃあ反対側の右側の方もはめてあげます。はい、そしてね次は頭部をねなんとかしてあげよう思うんですけど、頭部ねここがね外すのめちゃくちゃ怖いんですよ。ここ本当に多分ね無理にやるとね折れちゃいますね、パーツね。で仕方ないんで背中から外すことにします。背中パーツを外して無理なく取るにはこの上面のね、はい、このパーツ、これのパーツごと抜いちゃいます。じゃないとねちょっと割れそうで怖いです。はい、でこのパーツね、肩のアーマーのとこのこの隠しはまた戻してあげます。はい、ここが怖いとこなんですよ。ここがねめちゃくちゃ怖いです。でね工具使ってねこのチグ使ってね、後ろから押してあげます。よくね私これ造形とかで粘土造形たまにやってることもあるんですけど、それで使うスパチュラですね。その背中側のでね軽くこのダブ穴のところを反対側からねゆっくりと慎重に押してあげます。ここもねもしかしたらピンをもうちょっとカットして斜めカットして入れてあげたらねやりやすいんかもしれないですね。でもねちょっと怖いですね。はい、で隙間に入ったらねスパチュラの先っちょ入れて徐々にせり上げていきます。あんまりね手で無理やりやると多分ペキパキとピンは折れちゃうと思います。折れちゃったらねこれ2ミリのあれですかね、磁石ネオジムでも入れちゃいます。
なんかそんな感じはするんですけどね。ちょっとここ怖いです。あ、浮き上がりました。もうちょっとって感じ。でもなんか折れそうで怖い、本当に。はい、なんとか外れました。無事外すことができました。はい、購入して作ろう思ってる人はね、ここはちょっと気をつけてください。はい、そしてね、こちらにせり上がった座席のパーツをつけてあげます。はい、そしてもう1箇所難しいところ、ここなんですよね。これでね、3度目ぐらいなんですけど、ここのね、ポリキャップをね、取り出すのがね、実はすごく難しいです。で、これ予備でもう1個同じやつはついてるんですけどね、あんまり内側やると削っちゃって壊れるから、外側からこういう風にね、頑張って引っ張り出すしかないんかな思うんですけどね。なんかいい取り出し方ね、気づいたり知ってる人いたらな、教えてほしいですね。ここの扱い、いい扱いを思いつきそうな方おられたらね、もうぜひコメント欄からね、メッセージいただけたらね、ありがたいかなと思います。はい、こうしてね、取り付けます。この取り付けが本当ね、怖いですね。はい、皆さん折らないように気をつけましょう。折ったらネオジムで合体ですかね。はい、入りました。そして首のパーツですね。いや、一条くんでしたね。一条くんを持ってきて座らせてあげます。ここもね、接着しようかどうしようかちょっと悩みどころですけどね。はい、そして首を差し込むだけ。これで出来上がりっすね。はい、それではおまけのミンメイちゃん。はい、ミンメイちゃんです。これね、わかりますねかね。ちょっとピンボケしてるけど、ブルーじゃない、グリーンですね。グリーンのラインね、スカート入れるのがね、めちゃくちゃしんどかったです。はい、そしてミンメイの親戚のね、よっちゃんですね。よっちゃん、マクロス F の頃にはもう中華料理ニャンニャンのね、大社長にでもなってたんでしょうかね。